Peace! This is AWSHA Witch. 今日は私が毎日やってるスキンケアとメイクを紹介していきたいと思います。今、洗顔をちょうどしてきて何もつけてない状態です。まず私がその後やっているのはこれ。エカトのバイタルセラム。こういう風になってるんで手に伸ばしてなじませます。入り込めって言って手にも余ったらつけます。指輪とかしたまま寝たりお風呂入ったりこうやってジャラジャラつけてこう朝起きてこうやってやるとこのジャラジャラ感が好き。その次にやるのがこのまたエカトプレシャスジェルパックです。開けるとこういう2つのパッケージが入っててこれとこれを混ぜるんです。だから今一回やってみますね。なんか私若い時全然スキンケアとかやってこなかったんですよ。なんかむしろ30代になってから始めたぐらいって言っても過言じゃないぐらい疎かった。なんだろう、肌のテクスチャーとか毛穴とかマジもう超パックリ開いてるオープンマインドなんですよ。私の毛穴私と同じ20代後半ぐらいからなんかまた音楽活動を再開しようってなった時にじゃあビデオ撮りますとかなんか写真撮られる機会とかあった時になんかちょっとやっぱってなる自分の顔見るのだからなんかやんなきゃなと思ってやり始めました。こういう感じなんかこうプルンってしてます。2つの液がきれいに混ざりましたってなったらここからがちょっと難しいところ。これ固まるから薄めに塗るとカピカピになっちゃうんですよ。だから厚めに塗ってプルンって剥がれるように塗るのがコツです。ちゃんとできるかな。こういう感じで置いとくんですけど15分ぐらいしたら固まってくるんで今触ったらべちょってなるけどだからちょっと時間置きます。はいある程度時間置いたので剥がします。これ剥がす時綺麗にペロンって取れたらめっちゃ気持ちいい。今日できるかやってみます。ちょっと残った。こんな感じです。気持ちいい。なんかもうめっちゃなんかもちもちしてるって感じにすでになってます。次がローション。エカトのラディエンスローションです。化粧水なんですけどなんかこう乳白色でなんかこうちょっとミルクみたいな感じになっててなんかオールインワンなんだよね。これだけでもいけるっぽいです。だから私結構旅をするんですけどいろんなところに行ったりするんですけどできるだけ最小にしたいんですよ。持ち物をいろんなものに使えるものとかなんかスタメンみたいなのを選んでおくようにしてます。でその後にワセリンもなんかこの薬局で売ってる白色ワセリンっていうちょっとだけ手に伸ばして塗って蒸発しないようにするみたいなことをしてます。こういう感じです。いろんなこと調べたりなんかこういろんな化粧品調べたりして分かんなくなっちゃった時があってこれは間違いこれは合ってるみたいなとりあえず分かるまではこれにしようと思って今使ってます。
でなんですけど、1個だけ分かったことがあって、ビタミンを塗ると皮脂も抑えるし、紫外線ダメージも回復できるしっていうことで、これをゼオスキンヘルスのビタミンセルフアクティベーティングセラムです。これをちょっとだけ、特になんか皮脂が多そうなところ、毛穴が気になるところ、最近こうパックとかそういうのやり始めて、で沖縄とかに帰るとめっちゃ綺麗になってないって言われるんですよ。でその後は日焼け止めが入ったクリーム塗ります。エスティローダーのなんかクリームなんですけど、紫外線も防いでくれる、白くなりにくいし保湿もしてくれるから使ってます。なんか日本では売ってないっぽいです。海外で買いました。こんな感じかな、私のスキンケアです。なんかポイントとしては、なんかこうじゃないとダメ、これじゃないとダメみたいな、こう何かに執着するみたいなのをできるだけこう削ぎ落としてシンプルなもの。そしてメイクアップタイムでございます。さっきも言ったように、私めちゃくちゃめんどくさがり屋なんで、最小限にアイテムを抑えたい、使い回しというか、ここにも使えるしここにも使えるみたいなアイテムになってます。でなんか私昔水彩画やってたんですよ。色を重ねて立体感を作っていくみたいな、絵画みたいななんかメイクの仕方。 Let's do this。 でもまずは下地、ジョルジオ・アーマーニの下地なんですけど、ルミナスシルクハイドレーティングプライマーベースハイドレートって書いてあるんですけど、なんかちょっとスースーするんですよね。涼しいっていうか、そのちょっとだけ冷たい、そのおかげでちょっとキュッて毛穴が引き締まるのかなって。はい、プライマー完成です。その後はファンデーション塗ります。 RM 系のジェルクリーミーファンデーションです。これがなんかそう一番つるんって見せてくれるっていうか、なんかこう肌のデコボコとかが最小限に抑えられるかなっていつも思ってるんで、これを使ってます。よし、こんな感じです。コンシーラーは RM 系のコンシーラーです。スーパーベーシックコンシーラーパクト。寝不足二日酔いなんでクマとかめっちゃあるから使っていきます。なんかクマあるなーっぽいところに、わかるよね、そういうのはみんなの方が。この一番明るい色を使いました。続いてなんか顔の立体感を出していこうかなと思います。使うのはディオールのバックステージコントゥアパレット。これはもうなんか販売してないっぽくてちょっと悲しいんですけど、これでちょっと立体感を出していきます。まずはこうやって下の2つを顔の周りを塗ってきます。コントゥアする時ってやっぱなんか自分の顔の形とかなんかこう見せたい形とかに合わせてやっていく方がなんかいいと思うので、なんかこうみんなそれぞれ顔の形とか違うから自分のやり方研究しながらやった方がいいなって思って、私は。
で首とかもちょっとやる。続いて私はノーズシャドウとかこう彫りとかがある方が好きなので、そこを、強調しておきます。で次はこのなんかちょっと薄めのやつだけ。私は鼻が特徴的なんで、なんかそれをなんかこう活かせるように、まあ団子鼻なんですけど、団子鼻好きなんで、こことかにもわざとシャドウ入れたりして、なんかポンみたいな、チョンみたいなやってらっしゃる。それでもうこれでなんかちょっと彫り作るためにもう薄く全体にアイシャドウもこれでやっていきます。次もこの薄いまあ中くらいの色、なんかこのまぶたの上に塗っていきます。で塗ったらその次にここの方だけに濃い色を入れます。それでさっきのブラシでぼかす。そしたらなんか目がなんかこうクリッてしてる感じ。それで続いては眉毛もこれを使ってます。ディオールバックステージブラウパレット。これもなんかもう売ってないみたい。一番濃い色。眉毛もなんか強い方が好きなんで、これはアートメイクしてます。眉毛はめちゃくちゃ楽になったなんですけど、まあちょっとだけ薄いところとかにこう入れて、こういう感じです。アイラインもなんとこれで引いちゃいます。これの黒いところでこの目の際を濃くしていく。下にもちょっとだけ入れます今日は。それで次はまつげを上げます。私の娘とかマジやばいんですよ。もういやまあ松焼きしてるだろっていうぐらいめっちゃクリってしてバッサってしてる。マスカラを塗ります。マスカラは Dior Show Pump in Volume です。はい、こんな感じ。次はリップはこれナーズの、これね英語で書かれてて、英語名は Fire Down Below。 でもなんか日本では2970っていう色らしいです。唇はなんかオーバーめに引くのが好きです。でもラインはちょっとしっかりラインから描いていきます。描いていく感じで見ていきます。お母さんからは沖縄の言葉で唇ぶってって言われてたっす。なんか大きいからぶってしてる、なんか擬音語。こんな感じの色味に今日はしたいと思います。ハイライト入れようかな。さっき入れたのはシャドウを入れたじゃないですか。次は光を入れていきます。入れるのはこの3の
シマリンググローデュオ01って書いてあります。まあ全て見えるもの光と影でできてますからね。全部光と影をコントロールすればもうこっちのもんでしょ。なんかそういう考え方でいいんじゃないですか。なんか凹凸が欲しい部分に入れていきます。するとなんかここの部分が気持ちいい。あとこれをそのまま、そしたらなんか唇がぷっくりみたいな、こんな感じかな。最後に光を集めたらチェック。あ、こっちにも入れたい。こここんな感じでしょうか。メイク完了。髪をどうしよっかな。いつもなんか私の GoTo ヘアスタイルはこうキュッて上げて結ぶ。やり方はめちゃくちゃ簡単。でこうやってくるって巻いていきます。はい、キュッてなりました。そしたらこの輪ゴムで留めます。はいっていう感じなんですけど、このエッジとかをヘアバームをこういうのをつけてスリークな感じのヘアスタイルに仕上げていきます。ヘアバームはリンクの The Hair Balm です。でそれをつけたらコームできれいに整えて完成です。どうでしょう。すっきりして首周りとかもいい感じです。やっぱりちゃんとスキンケアしてメイクがこうパシッて決まった時はなんか今日良くないみたいな感じになって、こう自分のモチベーションパフォーマンス上がっていくので、そういう面ではメイク助かってます。みんな見てくれてありがとうございます。This is AWS HA Witch and I'm signing out. Peace.